皆さん、こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日紹介するのは、磯谷幸春氏が執筆した無重力リーダーシップです。昔から変わらないリーダーシップ像に疑問を投げかけ、AI 時代だからこそ、求められるリーダーやリーダーシップについての引き出しや気づきを提供する一冊です。リーダー像やリーダーシップ像は、もっと自由、無重力であっていいと。本書を読んだ管理人の感想です。巷には、リーダーやリーダーシップについて様々な書籍や講習がありますが、その多くは、リーダーやリーダーシップは、こうあるべきというものではないものの、人のタイプによるリーダーシップの発揮の仕方までとなっている印象です。一方で、本書は、固定観念から解放し、もっとリラックスして、リーダー像やリーダーシップを捉えても良いのだと気づかされるものでした。それすら、固定観念かもしれませんが、それでは中身の紹介です。本書は以下から構成されています。無重力リーダーシップとは何か。無重力リーダーシップを実装するブラストとモメンタム。無重力リーダーシップが社会を変える。無重力リーダーシップとは何か。まず考えたいのが、リーダーシップとは何かです。著者はリーダーシップに対する現代の認識やアプローチに疑問を投げかけます。リーダーシップは本来自由であるべきだと、さらに AI 時代のリーダーシップについても問いかけています。伝統的なリーダーシップに対する固定観念についても疑問を投げかけており、リーダー像が2000年間同じであることや、リーダーシップの求められるものがオールラウンドすぎると指摘しています。本来、リーダーシップは単に仕事や立場に限らず、人生のあらゆる場面で必要なものであり、リーダーとは堅苦しい立場の人物だけではなく、その場の役割を自然に引き受ける人物であると述べています。リーダーシップがある人についても自由な発想で考えるよう促しており、目前の状況に応じてアプリのようにリーダーシップを使い分ける必要性を強調しています。そのため、リーダーシップは固定された方法ではなく、柔軟性と臨機応変さが求められる時代にあると述べています。さらに、リーダーシップを育成する究極の方法は何もしないことであり、チームメンバーが自発的に成長する状態を促すことであると述べています。リーダーシップはその場その場や人によって異なるため、柔軟性が重要であり、自分と異なるタイプの人々に対してもリーダーシップを発揮することが必要だと主張しています。著者は、本書を通じて、一つのやり方や固定した方法にこだわることなく、目前の状況をよく観察し、持っているアプリのどれをどう使うべきかを見極めること、それが無重力な時代のリーダーシップであると伝えたいのです。無重力リーダーシップを実装するブラストとモメンタム。リーダーが変わると、チーム全体が確実に変化します。リーダーの思考や行動が、チームメンバーの思考や行動に直接影響を与えるからです。リーダーはメンバーを自分の思い通りに動かすという考え方ではなく、自らの思考と行動を総動員し、メンバーのポテンシャルを最大限に引き出すことが求められます。人は意図を持つものしか見ようとせず、意図のある情報しか受け入れません。例えば、道端の花があなたにとって意図していなかったものであるかどうかは、その花を見る人の意図によって異なります。意図を持つことや意味を生み出すことは、無重力リーダーシップにおいて重要な要素です。意図を持つことで、どんな些細な出来事も意味を持つものに変わる可能性があります。それが、ブラストです。ブラストを起こす人物を、ブラスターと呼びます。言葉には意図があり、その意図が受け手によって異なる解釈を生み出します。ブラストは、感覚的につかむものです。ターニングポイントとは異なる概念です。
自分で流れやモメンタムを生み出し、意図的に勢いをつけることが重要です。無重力空間では、力以外の要素が重要です。一生懸命になるほど視野が狭くなり、自分が正しいという誤解に陥りがちです。無重力リーダーシップでは、広い視野を持ち、リズムを作ることが求められます。ブラストは、相手をいい方向に変えたい、喜ばせたい、という気持ちから生まれます。大きなイノベーションや組織の変革だけがいいモメンタムを生むわけではありません。意図する世界が変われば、見えるものも変わります。無重力リーダーシップが社会を変える、一歩進んだ意味を自分自身で作ることが、無重力リーダーシップにおいて重要な要素です。リーダーはチームや組織のメンバーに対して働く意味を提示し、周囲の価値観やビジネスの方向性とバランスを取る役割が求められます。自分が成長できる会社とはどのようなものか、ビジネスの価値は何かという問いには明確な答えがありません。無重力空間では、正解や勝利の定義も人によって異なります。個人の人生においても、スポーツやビジネスのように正解がない状況で目的を追求し、それに向かって成長していくプロセスが重要です。現代では目的が変わることもあります。リーダーは常に目的を見直し、そのプロセスや経験を意味のあるものに変える能力が求められます。著者は、本書を通じて自己のリーダーシップを見つめ直すとともに、誰かのリーダーシップに対して新たな引き出しを増やすきっかけとなり、人間にしか手に入らない意味を手にしてほしいと心から願っています。最後にまとめです。リーダーシップは本来自由であるべき。リーダーは常に目的を見直し、そのプロセスや経験を意味のあるものに変える能力が求められる。皆さんも自身のリーダーシップを見直し、新しい視座を手に入れてください。この本が気になった方は、購入して本を読んでみてください。概要欄にリンクをつけておきました。このチャンネルでは、知識や雑学、スキルアップにつながる情報を提供しています。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。